こんにちは、みじゅりーです。今回は刺繍糸で編むお花のモチーフを編みつないでコースターを作っていきます。お花のモチーフの編み方は前回動画でご紹介しているので、そちらでご確認ください。使う道具と材料です。レース糸やお花を編んだ時の刺繍糸で編みつないでいきます。仕上がりサイズはつなぐ枚数によって変わります。モチーフを7枚つなぐと直径が約13センチ、一回り大きくしようとするとモチーフが19枚必要で直径は約20センチになります。六角形だけじゃなくてつなぎ方を変えると長方形っぽくもできたりしますし、大きさも自由に変えられるのでいろんなアレンジでやってみてください。はい、つなぐ順番は真ん中のお花からスタートしてぐる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 と、半時計回りでつないでいきます。はい、では早速やっていきます。まずは色のバランスを考えながら並びを決めます。並びが決まりましたら、レース糸、今回はダイソーさんのレースヤーン、チャコールグレーという色のレース糸を用意しました。こちらでつないでいきます。かぎ針は0号のかぎ針を使います。このクロバーさんのかぎ針、ペン E という形の、型のかぎ針なんですけど、すごく使いやすかったです。編みやすかったです。はい、では一番真ん中のお花から編んでいって、左下からぐるっと半時計回りにつなげていきます。レース糸をまず編みつけます。花びらと花びらの間に針を入れてレース糸を編みつけて細編みを1回編みます。続けて鎖編みを5回編みます。そしたら次の花びらと花びらの間のスペースに針を入れて細編みを1回。同じように鎖編みを5回編んで次のスペースに細編みを1回。これを繰り返していきます。1枚目の花びらはこんな風に、鎖編み5回と細編み1回をずっと一周ぐるっと編むだけです。最初の細編みの頭に引き抜いてつなげます。鎖編みを1回編んで糸端10センチぐらい残して糸を切ります。1枚目ができました。はい、次は2番目のお花をつないでいきます。2番目、このお花を同じように鎖編みと細編みの組み合わせで編みながら1枚目のモチーフとつなげていきます。2回細編み1、鎖編み5を繰り返した後に鎖編み5目のうち2目を編んで、その後3目目で1枚目とつなげていきます。どこでもいいので鎖編み5目の、
ところ、スペースができているところに針を入れて鎖編みを1回編みます。で、鎖編み2回編んで、2枚目のモチーフの次のスペースに細編みを編みます。これで1枚目と2枚目が1箇所つながりました。同じようにもう1箇所でつないでいきます。2回鎖編みを編んで、その隣の1枚目のスペースのところに針を入れて鎖編みで、鎖編みを2回で、2枚目のお花の次のスペースに針を入れて細編み、鎖編みを5回編んで、次のスペースに細編み、はい、あとは1枚目と同じように鎖編み5目と細編み1目を編みながら1周していきます。1枚目のモチーフと2枚目のモチーフがつながりました。次3枚目のモチーフをつないでいきます。3枚目のモチーフはこことここ全部で4箇所でつないでいきます。はい、細編みと鎖編み5目を2回繰り返して鎖編みを2回編んだら1枚目のお花とつなげていきます。まずここに針を入れて1回鎖編み、続けて2回鎖編みを編んで3枚目のお花の次のスペースのところに細編みを1回編みます。もう1回鎖編みを2回編んで1枚目のお花の隣のスペースに針を入れて鎖編みを1回、鎖編みを2回編んで3枚目のお花の次のスペースのところに針を入れて細編みを1回、これで1枚目と3枚目がつながりました。はい、続けて2枚目と3枚目のお花を同じように編みながらつなげていきます。鎖編みを2回編んだら2枚目のお花の鎖編みのスペースのところに針を入れて鎖編みを1回、鎖編みを2回編んで3枚目のお花の方に戻って細編みを1回、鎖編みを2回、2枚目のお花の鎖編みのスペースに針を入れて鎖編みを1回編んでつなげて鎖編みを2回で3枚目のお花の方に戻って細編みを1回、これで2枚目と3枚目のお花がつながりました。あとは残りのお花の周りをぐるっと1周編んでいきます。はい、こんな感じで3枚目がつながりました。同じようにして4枚目、5枚目、6枚目、7枚目、違う、6枚目まで同じようにつなげていきます。はい、最後7枚目をつなぐときは12345 6箇所でつなげていきますので一緒にやっていきましょう。はい、7枚目のモチーフを途中まで編んで鎖編み2回編んだところまでは一緒です。2枚目のお花のモチーフのスペースに針を入れて鎖編み1回でつないで鎖編みを2回編んで7枚目のお花の
次のスペースのところに細編み、鎖編み2回、もう1回隣のスペースに針を入れて鎖編みでつなぐ、鎖編みを2回で7枚目のお花に戻って細編み、鎖編みを2回で、次は1枚目のお花とつないでいきます。はい、こんな感じでね、編み方自体は細編みと鎖編み5回を続けているだけなので、編み方ね、編む位置、編みつけるつなぐ位置を間違わなければ、大丈夫です。はい、1枚目とつながったので、次は3枚目のお花とつなげていきます。はい、こんな感じでこちらも隣同士2箇所でお花をつなげて、これで一周つながりました。こんな感じになります。あとは残りの、お花の周りを編んでいくだけです。はい、もう一回り大きいコースターを作る場合は同じようにつなげていくんですが、つなげる位置、4箇所でつなげる場合と、ここみたいに、12345 6箇所でつなげる場合と出てきます。それだけ気をつけながら隣同士つないでいってください。はい、2周目もぐるっと1周つながりました。はい、そうしましたら縁をこのまま編んでいきます。ちょっと丈夫にしていきます。はい、縁の編み方をやっていきます。今編み終わって最後の、細編みに引き抜き編みをしたところで終わっています。鎖編みのスペースに細編みを5回編み入れます。はい、5回細編みを編みました。そしたら、細編みを編んでいるこの細編みの頭に引き抜き編みをします。1回。そして次の鎖編みのスペースに細編みを5回。これを繰り返していきます。細編みの頭のところには引き抜き編み。次、このモチーフ同士をつないでいるところ、ここはかぎ針を鎖編みのスペースに入れて糸を引き出し、次のモチーフの方のスペースにかぎ針を入れて糸を引き出して、糸をかけて3本一気に引き抜く細編みの2目一度をしていきます。次の細編みの頭には引き抜き編み、鎖編みの5目のスペースのところには細編みを5回、
細編みの頭に引き抜き編み、はい、こんな風に一周ぐるっと続けて縁を編んでいってください。はい、最後に糸始末をして完成となります。いかがだったでしょうか。刺繍糸で編んだお花モチーフをつなげてコースターを作ってみました。鎖編みと細編みだけで編みつなぐ方法でできるので、覚えておくといろいろ応用できるんじゃないかなと思います。是非編んでみていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。